こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金補助金として以前から人気の高い補助金の一つ IT 導入補助金をご紹介をしていきたいと思います。2025年も継続して行われる IT 導入補助金になります。こちら補助金を申請したことがない、どうやって手続きをしたらいいかわからないという方にもですね、非常に安心、優しい補助金の一つだと考えております。企業において IT 化を考えたら、まずは IT 導入補助金の活用を考えてほしいと思います。今回の概要ですけれど、近年 IT 化、もちろん人手不足に基づくものになりますので、IT 化、生産性向上、業務効率化が叫ばれておりますけれど、この状況における中小企業の DX 化の取り組み状況についてまずは見ていきたいと思います。その上で今回ご紹介をする IT 導入補助金。この補助金はどういうものなのか、申請類型の全体と一部詳細について見ていき、そして最後に注意点とまとめということになります。まずは中小企業における DX の取り組み状況についてですけれど、新型コロナウイルス感染症が収束をして以降、人手不足というのが非常に顕著になってきて、生産性向上ですとか、業務効率化、IT 化というのが強く求められるようになってきました。では、中小企業において DX 化についてどのくらいの割合が取り組んでいるのかと言いますと、2023年の調査においては 31.2% ほどの企業が取り組んでいると回答していたんですが、2024年においては 42% の方が取り組んでいると回答している。約10ポイントほどアップしているという状況になっています。そして、その取り組み内容の多くを占めるのが 57.6% の文書の電子化、ペーパーレス化ということになっており、この取り組み成果においては DX 化をすることによって 81.6% の企業が成果が出ていると回答しているといった状況。したがって、やはり年々 DX 化に取り組む企業増えているという状況ではありますが、では取り組んでいる企業の企業別で見てみると、20人以下の部分に関してはですね、まだ 25.4% の取り組み状況ということで、やはり規模感が小さくなれば DX への取り組みが遅れているという状況がわかります。多くの会社ではですね、今までこのようにやってきたから、これからもこのままでいいよ。そして、今更 DX 化という声も多く聞かれるかもしれませんけれど、やはりこの中小企業の中での小規模な企業者が DX 化に取り組むことによって、人手不足が解消していく可能性があります。そんな中でですね、やはり補助金の活用、申請難しいという方も多いかと思いますけれど、今回ご紹介をするこの IT 導入補助金ですけど、こちらをですね、検討していただきたいと思います。この IT 導入補助金というのは生産性向上を目的として業務の効率化、DX 化のために IT ツールの導入を支援をするものということになっております。2024年公募、通常枠においては全部で7回公募が行われて、合計で2万5000ほど申請があったんですけれど、採択されているのは1万6000件ほどということで、採択率は 65.7%。他の補助金に比べると非常に高い採択率ということがわかるかと思います。そして、この IT 導入補助金、非常に特徴的なのはですね、IT 導入補助金事務局に登録された IT 導入支援事業者とパートナーシップを組んで申請をするということになりますので、補助金初心者の方でも非常に安心。そして、IT ツールを導入した後の相談対応等のサポート費用というのも対象経費になりますので、このパートナーシップを組んで二人三脚で行っていきますので、非常にスムーズに IT の導入が進むのではないかというふうに考えます。
では、この IT 導入補助金ですけれど、どういった申請類型があるのかと言いますと、全部で5つ、枠があるんですけれど、通常枠、そしてインボイス枠は2種類になりますけれど、インボイス対応類型と電子取引類型と2つに分かれます。そしてセキュリティ対策推進枠と複数社で行う申請枠という形になりますが、多くの会社使うのは通常枠、もしくはインボイス対応類型ではないでしょうか。今回はこの通常枠とインボイス枠の、インボイス対応類型について少し見ていきたいと思います。まずは通常枠ですけれど、通常枠につきましては、補助金申請額の金額に応じて2種類に分かれてきます。補助金申請額が5万円から150万円未満の場合と、150万円から450万円以下の場合という形になりますが、補助率は原則としてどちらも2分の1という形になります。そして、この2つで違うのはプロセス数についてですけど、このプロセスというのはですね、導入をするソフトウェアのその機能といったところですかね、がいくつあるのかによって変わってくるということで、プロセスについては顧客の対応ですとか、在庫管理、物流、もしくは会計、財務、経営に関するもの、そういったプロセスがいくつか項目に分かれているので、それを1つ以上導入する場合、4つ以上導入する場合ということで、申請する枠が変わってくるという形になります。ただしですね、プロセス数4つ以上で申請をする場合には、賃上げというのが必須になってきます。こちらの賃上げにつきましては、年平均 1.5% 以上、地域別最低賃金プラス30円以上という要件があります。この年平均 1.5% というのは他の補助金に比べると非常に要件が緩和をされているなというふうに感じておりますので、自社の中で多くの IT 化を進めていこうという場合には、この年平均 1.5% でもいいのかなというふうに考えております。こういった形で通常枠に関しましては、大きく2つ分かれてきて、導入するプロセスの数によって少し申請の要件も変わってくるという形になります。続きまして、インボイス枠ですね。インボイス対応類型につきましては、大きく項目としては3つに分かれております。ソフトウェア購入費、導入関連費のものと、PC タブレットとレジ券売機という形になります。ソフトウェア購入費、導入関連費に関してはさらに2つに分かれてきて、50万円のものと350万円までのものという形で2つに分かれてくる。補助率につきましては原則4分の3という形になりますが、一定金額を超えると補助率が下がってくるという形になります。また、PC タブレットに関しても対象ではありますけれど、補助の金額の上限が10万円までという形。また、レジ券売機に関しては20万円までということで、金額が、上限が抑えられている。さらに、補助率に関しても2分の1となっているところに注意が必要です。そしてですね、ソフトウェア導入費、導入関連費につきましては、やはりですね、この金額の違いというのは、機能がいくつ設けられているか、あるかということになりますので、機能が1つ以上の場合と2つ以上の場合という形で要件が変わってくるというところに注意をしてください。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、最近、人手不足倒産というのが過去最高を更新をしてきて、2024年においては287件というふうに言われております。そして多くの場合は建設物流が全体の 42.5% ではあるんですが、従業員規模別で見てみると、10人未満の企業が全体の 77.7% を占めているというところになります。
中小企業においては IT 化が進んでおらず、人手不足というのが緩和ができないまま倒産をするという状況になってきておりますので、ぜひですね、10人未満、20人以下の会社においては、この IT 導入補助金活用していただいて、IT 化を進めていってほしいと思います。小規模な事業者ほど IT 化を進めていってください。この IT 導入補助金、非常にパートナーシップを組んで二人三脚で申請をする補助金になりますので、使い勝手はいいかと思いますので、検討してみてください。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。